こんちは。4G ハンマーソロ攻略のパート10始めていきます。さあ、いよいよ今日から G 級の世界へ、上位の終わりから G 級突入までお届けします。それに備えて装備更新をしていくよ。裏で少しクエを回してきた。新しくシルバーソル腕とリオソウル足を作成。腕には銀貨竜の尻尾が必要だったが、銀の尻尾はクエ報酬で普通に出ます。一つでいいので苦労はしませんでした。戦闘の方は G 級でお届けします。これは上位でスルーした他のモンスも同様。そして完成したのがこちらのスキル。前回作った通撃樹さんが早速生きてるぞ。お守りは例の切れ味5スロ3を使用。かなり強力です。内容は4時代のテンプレ、リオソガルルガですね。ガード深武器には非常によく合います。これ以上を求めるのはかなり難しい。この時点では十分すぎるほど強力だ。で、これを着てやっていくのが緊急ダラ君。いきなりの大物だぜ。ダラと弱徳はあんまり相性良くないですが、まあ汎用性には変えられませんね。前回で超大型との相性は微妙でしたが、ダラ君大丈夫でしょうか。ムービーだけでも伝わるこの迫力。ハンマー一人で止められるのだろうか。肉質については残高の差は基本的にない。なぜか頭の弱点は少し硬いが。モーション値の高い攻撃に時間がかかるハンマー。それがコードフと噛み合うかが問題ですかね。開幕はいつものノリで尻尾攻撃してますけど、打撃でも壊れるんでしたっけ。調べた限り切れないっぽいね。切断だから当たり前か。ただまあ、理覚を気にする必要はないだろう。ダラハンマー弱っちいし。最終強化が倍率290の匠白、陽覚性ですか。典型的ないらないパターンのダラ武器ですね。もし美覚が有用だったら大変でした。尻尾マラソンできないとか地獄ですから。一応下半身破壊でも得られるけどね。さすがに非効率すぎる。以降はダメージ効率を優先して殴っていくよ。初の弱点特攻が気持ちいい。先人は弱徳でヒットストップ変わりませんが、ダメージはしっかり上がりますね。弱徳がついたことで今後さらに肉質が重要に、仕様に泣きたくないですよ。でも、意外と打撃も45以上確保されてるんだよね。切断50、打撃45ってのをよく見た気がするわ。ナチュラルに劣ってるのが気になりますが、弱徳通るならまあいいでしょう。前半、フィールド南部での戦いが始まります。結局ダラ戦はここのさばき方が重要。基本、原種なら欲張らずに爪を殴れば OK。いいかり値は気にすることもないかな。重要なのは、確定ダウンを後半に残すこと。ジャンプ攻撃、類破壊、ライフダウンなんかだね。これらのダウンはきっちり予習しておきたいですね。亜種も含め、劇的に変わります。で、肝心の爪殴りについては、正直怪しいです。ハンマーくんの悪いとこが出てます。伊達さんが出ないとダメージが出ないんだが、発生までが遅いんだよな。ちょっと腕が動くとすぐスカってしまう。怒り値は強制の対応も無理ゲーだしな。まあ、強制は全武器で無理ゲーなとこありますが、ハンマーは特にきつい攻撃ですよね。1周目はすぐに終わりました。後半が不安です。場所は変わってダラ君の背中付近。まずは先陣を壊していこうか。しかし、確定で柔らかいのは気楽でいいな。これが普通なんだけどさ。アシュ君はランダムですからね。登る前に確認はできますけど。物理もかなり通りますが、何より竜30入ります。できるだけ竜武器を持っていきたい相手。なんなら属性に特化したいレベルだよね。環境的にまだ揃えられないけど。で、壊した後は頭を狙う。ここはハンマーの攻撃有効だね。ちょうど伊達さんが入るくらいの好きなんですよね。わざわざ頭を下げてくれます。ダラ原子の頭の肉質は結構特殊で、火怒り、破壊後、怒り値で全部違います。怒り値は一番柔らかくて、物理90通るよ。こん時は破壊前か後かは関係なし。柔らかいと言っても爪や先人と同じ数値だ。もっと効いてもよかったのでは。原子なら弱くても良さそうですよね。殴る機会は多めですが。そして移動時には降りて下半身を攻撃。少しでも効率よくダメージを稼ぎましょう。下半身を狙うのは覚えておきたいよな。慣れないと硬い胴ばっかり狙いがちだが。肉質は上半身が24、下半身の下部が58。めちゃくちゃ差がでかいぞ。ダラ君は7割くらい知識ゲーです。残りの3割は強制お祈りゲー。一度近接の TA 見とくべきですね。最初はタイム見てびっくりしました。この辺はモンハンらしいよな。同じ武器でも全く違う狩猟になる。で、南部での戦いではダウンを狙って頭を攻撃。強制の塊が見えるが、今は無視だ。強制の破片は多分使うことないでしょうね。掘るだけ無駄だと判断。それより少しでも早くこの狩猟を終えたいです。終盤はマジで運ゲーですので。ダラ戦のメテオは、いわゆる揺らぎで追加された要素。包茎のダメなところの詰め合わせだよ。さあ、大詰めも大詰め。やはり終盤戦は地獄だった。ここまで来ると安定した戦法は一切ありません。
ダウンを使ったらあとはひたすら殴りましょう。縦3でゴリ押ししていますが、隙を考えるとタメ3の回転主体もありかも。属性積んでたらそれもありかもね。G 級で試してみたい。そんなこんなで狩猟完了だ。タイムは21分43秒。まあこんなもんでしょうかね。攻略段階の近接では十分だと思います。直前にスキルを揃えておいて正解でした。すべてのスキルが役立ちましたね。地味に高耳がかなり有用だったな。攻撃機会が少しでも欲しいからね。というわけで集会所の危機は救ったが、上位はまだ1区へ残ってるぞ。G 級はもう目の前です。上位最後の戦い、参りましょう。はい、というわけで連続して緊急クエが発生。ウカムくんですよ。MH4 では素材のみの登場だったウカム。満を持して、だな。先に謝っておく。このウカム戦、ぐだりにぐだった。ソロクリアはちゃんとできてるんですが、完全に戦い方を間違えましたね。この子は G 級でちゃんとリベンジしたいと思います。上位はダイジェスト気味です。潜り放題で絵的にも埋まってたからね。これも我々の立ち回りが悪いんだが。やることといえば振り向きにスタンプ当てるだけ。かなり単調な戦いになっちまった。スタンがそれなりに入って順調かとも思ったんですが、手数が少なすぎてダメですね。どうもこの子、後ろにいると潜るルーチンのようです。振り向き狙いは基本 NG ですね。攻略としては、まず腹を破壊すべきらしい。腹を壊すと一部の部位で非耐性が弱化する。まあ、今は非属性持ってないが、腹の肉質も40から50に軟化するんだよね。ウカムも、TA は極めて少ないですが、どうやら被弾角度で前方に居座るのが良さそうです。この狩猟ではうまく立ち回ろうとした結果、極めて効率が悪くなってしまいました。まさかここまで苦戦するとはね。もともと無属性との相性は最悪なモンスだが。過去、ウカムに苦労した覚えはないから、かかっても25分だと思ってた。クリアしたら G 級昇格ですからね。息吹を作る思考にはなりませんでした。はい、このようにしっかり4つもかましました。HP9 割から即死です。15分以上戦っててほぼ一撃死。こん時が一番精神に来たわ。ウカムの冷凍ビームは驚異の攻撃力180。アカムのソニブラのさらに 1.2 倍だ。ここまで極端に高威力なのは珍しいです。いくら珍しくても食らいたくないですが。そしてタイムはなんと30分張りに突入。こんなのマジオス戦以来ですよ。途中、手応えなさすぎて心折れかけたよね。相手は永遠に潜ってるし。どこからでも地形変えてくるのがまた厄介。あの回避できない振動をやめろ。こちらの知識不足で散々な狩猟でした。前回予習しとくとか言ったくせに。クリアタイムは31分52秒。G 級で必ずリベンジします。こん時緊急を得た安堵感すらなかったわ。あまりに疲れすぎて。しかし、物語はしっかりと進行する。いよいよ G 級ハンターとして大老殿に進出だ。入るのは2度目ですね。あの時とはまた立場が異なります。ほい、やってきました大老殿。すぐに G1 許可証を受け取れるぞ。これで晴れて G 級ハンターとなりました。ここからがこの企画本番ですね。なお、大老殿に入るムービーは村で消化済み。やや淡白です。それじゃあ、早速キークエを消化していこうか。ある程度進めないと G 級の恩恵少ないからね。一応、祭司と村 G 級で作れる武器もあるんですがね。どれもそこまで強力とは言えません。そのため最初はレギハンマーのまま進めます。通用するといいんですが。最初の相手はケチャワチャーシュだ。肉質はこんな感じ。ま、普通に打撃不利ではあるけど、弱徳がよく通るから数値上は悪くないよ。それよりも耳で頭を覆った時が非常に厄介。この時の頭は物理10しか通りません。しかも耳の範囲は異常に広く、よく弾かれます。さっさと壊して軟化させたいところです。上半身殴ると大体耳に弾かれるからね。だいぶやってることやばいよこいつ。その他、火力と行動面もかなり強化されてる。たかがケチャワチャと侮ると痛い目見るぞ。実際、我々も初回は痛い目を見ました。開始30秒で移ってこれ2テイク目です。原始との一番の違いは旋回能力の高さ。ギリギリまでこちらを狙うようになっています。あと、行動の最後に追撃が入ったりね。無理やり足したからものすごく不自然な動きするよ。こいつの調整は 4G のダメなところが詰まってる。とにかくプレイヤーを困らせようとする意志を感じるよ。この子は肉質面でまだ優しい方ですからね。この後にもっとヤバいのが色々控えてます。あ、これですね。異常な旋回能力。軽くジャンプしてそのまま対空してます。そんなにハンターが嫌いかね。そういうとこやぞ。とまあ文句を言ったものの、元がケチャなんで、そこまで重大な脅威ではないよ。頭さえ壊せば脅威も特にありませんね。打撃は斬撃より破壊後の頭が柔らかいです。その後は下半身に張り付いてダウンを狙います。ここでも弱徳が生きてますね。
やっぱ 4G は弱得ないと始まらないよな。ギル系での有効度が注目されがちだが、攻略中もその汎用性は変わらず、特に G 級ではよく活躍するぞ。アッシュ系はシビアな肉質も多いですからね。弱得の加算する仕様とよく合います。そんなわけでケチャくん10分いかず弱りました。火力は十分ですね。割とすんなり終わって安心したね。G1 の足たちかなり不安だったからな。よし、じゃあどんどんキークエを消化しよう。次の足は。はい、こちら、鉄かぶらアシュになります。マジで 4G でしか見れない希少な種族です。だからって人気度は高くないですが。肉質はこんな感じだ。全身少しずつ原種から硬くなってる。ただ、打撃有利なのは変わらない。牙にも弱得通るのはナイス。頭と牙で部位が分かれてるんですよね。正面から殴ると牙に当たります。コード面では特に原種と変わりませんが、G 級になって後隙が削られてるのが厄介です。連続突進後の黄昏タイムがなくなってるね。突き潰しっていうか削除だな。これのせいで本当に矢継ぎ早に攻撃してくる。足狙おうにも肉質渋いし。攻略を考えるなら氷武器が欲しいところですね。さすがにヘビープレッシャーでは火力不足ですが、攻略段階ではハンマーにはかなりの脅威となります。シンプルにコードが強くて追いつけません。特にやべえのが怒り状態だ。気を抜くとはめ殺されるぞ。ハンマーの足では岩の爆発範囲がしんどい。ダメが維持できないよ。純粋に相性が悪いんですよね。ガチンコで頑張るしかありません。その後、しっかり苦戦したよ。しかも原種まで乱入してやら大変。このクエはカブラかラージャンが乱入します。二頭クエみたいな絵面になってますけど。邪魔されたのが終盤でまだ助かりました。こんなのいなしながらじゃ戦えませんよ。アッシュもなぜか合流するとすぐ移動するからな。原種への肥やしが逆効果になったりしたわ。アッシュはすでに捕獲可能となっている。さっさと捕まえてしまおう。捕獲ラインへの到達はだいたい15分くらいでした。そう考えると悪いタイムではありませんね。しかしまあ苦しい戦いでした。ケチャーシュの日ではありません。四股踏みの攻撃範囲も爆発岩も辛かった。ひ弱なハンマーにこんなの相手させるなよ。さてと、これでキークエは4つ消化した。アルセアシとザザミ原種は裏でやっといた。となると次のクエストは例のあれ。G 級最初の壁になるでしょうね。はいお待ちかね。こちらのドスガレ2頭クエとなります。G1 はキークエ5個消化しないとクエが追加されない。最初は限られた装備で挑まないといけないぞ。このクエ、前回シリーズでは体験で大苦戦した。ハンマーだとどうなっちゃうんだろう。もちろん、我々も無策ではありません。アイテム周りで厚めに準備をしてきました。中でも重要なのが競争薬と音爆弾。競争は G でなく普通の方です。グレートの量産はまだ余裕がなかった。アイテム周りは裏で必死こいて集めてる状態だ。音爆もこのクエには必須級だと言っていいよ。ドスガレは音による硬直がかなり長いからね。この子、肉質は全体的に中途半端ですが、硬いと言える部位もありません。そのためまとまった隙が重要と判断しました。音のダウンと乗り、足ダウンを狙っていきます。上位クエのドスガレには散々文句言ってたけど、今回はガチガチにやっていこうと思うよ。とりあえず乗りからスタート。段差に文句を言う前に使っていけ。急な地形用語、多重人格なのでしょうか。ダウン中は弱点の首を積極的に殴ります。ここなら縦3の攻撃範囲が行きやすいです。とはいえホームランが透かることもある。相手の跳ねるタイミングに合わせよう。と思ってたけど、招かれざる客が来てしまった。このクエの厄介な点、合流だよ。実質移動エリアが2つしかないという地獄。当然、同時に相手するのは無謀です。もう1頭、でっかいですね。当たり前ですがちっこい方が狩りやすいです。ドスガレは弱点が高い位置にまとまってるからな。サイズは小さいほどいいね。とりあえずでかい方移動してくんねえかな。邪魔で仕方ないんだが。移動まで無理に手を出してないのは偉いです。ここで冷静になれるかが重要。さあ、狩猟が進み問題のエリアに、当然のように合流しています。分かっていたことだが合流頻度が高すぎる。肥やしても一時しのぎにしかならん。ただ、タイマンはかなり順調に来ている。この辺のプレーもちゃんと立ち回れてるね。わざとジャンプ攻撃をせず、乗りを回避してましたね。合流時に乗っても邪魔されるだけなので。ドスガレは足にスタンプで差し込むのが安定しています。これなら反撃ももらわないし、ダウンが取れる。この辺りは怒涛の攻めでかなりうまくいってるな。類破壊もガンガン進んでる。1投目が終わればクリアも同然。だいぶ希望が見えてきたな。G1 で一番心配なのがこのクエだったんですよね。安定して超えたら心理的にもかなりでかい。さあ、1投目が弱りましたよ。なんと10分経っていません。おお、まさか5分割で1匹減らせるラインまで行くとは。ハンマー大勝利だぜ。周りの雑魚のせいで水やられをもらっているが、そんなの気にならんレベルだ。
これで合流リスクはなくなりました。あとは2投目を煮るなり焼くなり。サイズがでかいことだけ注意ですね。攻撃が当てづらいし、向こうの攻撃は食らいやすいので。アイテムとかはもう温存する必要もない。使えるものは全て使っていこう。競争と音爆をしっかり持ち込んだのは大正解。特に競争は革命が起きてるレベルだぞ。このデータでは初の競争薬となりましたが、やっぱりハンマーにはこれが必要ですね。スタミナ回復を待ってる時間がなくなるので、それだけで攻撃チャンスが広がってる感じします。伊達さんメインで立ち回れないモンスターも多いからね。この体験は今後にも役立ちそうだ。さあ、2投目もいよいよ大詰め。さすがにでかくて苦労したが、基本は一緒だ。準備と立ち回り、どちらもうまくいきました。この正念場を決められたのは大きいです。今後もこういう高難度クエがいくつか控えてますが、ちゃんと向き合っていこうと思います。タイムはそろそろ20分経とうというところ。相手の体力は。よーし、弱ったぞ。これでクリアも同然だ。移動のロスで20分は超えちゃいますけど、ハンマーでもいけるもんですね。ということで20分19秒でクエストクリア。体験使った時より早かったですよ。素晴らしすぎるよハンマーくん。君の評価はまるでジェットコースターだ。クエ単体としても嬉しいし、物語的にも嬉しい。これで G1 のクエが大量に追加される。装備周りではここから G 級が本格的に開始。いろいろな部分が作成可能になりますね。お姉さんから例の火薬の話が出てるね。ストーリーが進んだ証拠。そしてさらにヤバそうなクエがいくつか。今は見なかったことにしよう。次回は G1 キークエをやりつつ装備更新。G 級を本格的に攻略していきましょうね。すでに目星をつけてる武器がある。楽しみだぜ。ほいじゃ、次の動画で。またね。